もかつ時間の記録 Vlog。 今回は食玩キットの制作です。衝動仮面ライダー VS から12仮面ライダーストロンガーを開封、組み立て、追加塗装して仕上げました。仮面ライダー VS は食玩フィギュア衝動の仮面ライダーシリーズです。全高約 100mm サイズで緻密な造形と高い可動範囲が特徴。この仮面ライダー VS のキットは2016年にリリースされた商品でした。パーツとして手は3種類が付属しています。まずはキットの開封から。封入されているのはボディ、手の交換パーツとスタンド、頭部、マフラーです。装飾違いでチャージアップバージョンのストロンガーも存在しますが、今回は標準仕様です。組み立てます。パッケージ裏掲載の写真と同じ左手グー、右手は開き手のパーツで一旦組み立てていきました。マフラーを挟み込む形で頭のパーツをジョイントします。頭部のはめ込みは若干硬い印象でした。使用しない手のパーツはスタンドに収納し、脚部を連結して台座にして自立させることができます。塗装前、素組みでこのクオリティです。フロントビューからリアビューです。塗装に向けミスタースーパークリア艶消しを吹き付け、マットな質感の下地を作っておきます。続いて追加塗装です。まずはベース塗装です。ファレホのゲームカラーエルフィックフレッシュというカラーを使いました。追加で色分けする箇所に塗っていきます。ひと手間ですが、この後の色ののり、塗装効率を考えると重要な工程なので、色分け箇所に漏れなく塗っていきます。下地になって目印になれば十分なので、水で溶いて薄く塗っていきます。黒の成形カラーへの色分けも多いので、この下地塗りは少し面倒ではありますが、しっかり塗ります。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。またこのカラーでもともと白のグローブ、マフラー、ブーツに質感向上のために水で薄めて染め塗りしていっています。ここでファレホのゲームカラーシルバーで胸の S マークの縁取りです。密かに未塗装になっていた部分、これだけでも結構見栄えが違ってきます。細かい箇所は極細筆を使って丁寧に色を入れていきました。モデルカラーのライトグリーンを使いました。明るめの緑、ベルトの装飾と腰部に一部色分け箇所が。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。続いて黄色です。ゲームカラーのゴールドイエローです。ベルト、エレクトラーの一部に。隠蔽力には課題のある黄色。このカラーはオレンジに寄せていて、それが解消できています。一番塗装面積が大きかったのは赤です。ゲームカラーのブラッディレッド。面積が大きいところは、シタデルカラーのテクニカル、特殊効果表現の塗料種からダーミアンメディウムという溶剤塗料を使ってムラにならないように薄めながら色を入れました。シタデルカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきも良く隠蔽力が高いので、下地の色を気にせずに塗ることができます。イギリスのゲーム制作会社ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆です。面積の広い箇所はハケ、ブラシの類で一気に時短させながら塗っていきました。黒、ゲームカラーのブラック、脚部、ベルトの装飾の一部、ボディのはみ出し箇所などに使いました。仮面ライダーストロンガーは1975年に放映、ライダーシリーズの第5作で、主人公のジョー・シゲルが変身するヒーローで、カブトムシをモチーフとした改造電気人間です。電気エネルギーを自在に操り、電パンチやストロンガー電キックといった電気技を駆使して戦う戦闘スタイルでした。続いて明るい青です。
ゲームカラーのマジックブルー、こちらもベルトの装飾の一部と腰部に色分け箇所がありました。質感を高める工程で仕上げに表面をマットな質感にします。シタデルカラーテクニカル特殊豪華表現の塗料種からストームシールドという液体塗料を使いました。塗装後は水性トップコート艶消しを全体に吹き乾燥させて完成です。色塗り後、再度組み立てます。今度は手のパーツを少し変えてみて組み上げました。塗料は水性アクリルのシタデルカラーとパレホを併用しました。この塗装で用いた塗料はこちら。塗装に要した時間は約50分でした。塗装後のフロントビューからリアビュー。ということで今回は食玩キット製作仮面ライダー VS から仮面ライダーストロンガー組み立て水性アクリル塗料で塗装までしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。